乗った感じ結構もうスロットルも、ハンドルも結構マイルド、なんかもっと激しくっていうか、結構ハンドルが切っていく方向に振ってあげれば、サーボは基本的に多分このぐらいの数値で。皆さんこんにちは、ノリスケオートワークスです。今日の動画は双葉のサーボとジャイロのセットアップ、ドリフトラジコン世界チャンピオンの吉羽隼人選手にセットアップのノウハウを根掘り葉掘り聞いちゃいました。試走中もかなり貴重な話をしてくれているので、ほぼカットせずに皆さんにお届けします。少し長い動画ですが、今後のセットアップにかなり役立つと思うので、最後まで見ていただければ幸いです。それでは行ってみましょう。今日はハゾのジョイナスに来ております。でですね、今日は私のこの GRK エボが乗りづらいので、今日はスーパーサイヤ人にセッティングをしてもらおうかと思って、このお方に聞けば間違いないということで、ちょっとジャイロサーボのセッティングノウハウを盗んじゃおうかなと思います。はい。で、隼人君どうしよう。まずこれ乗る？乗りますか？とりあえず乗った感じで、そこからセットアップする感じがいいかな。乗った感じ結構もうスロットルも、ハンドルも結構マイルド、すげえなんかやりやすい感じが。もっとキレよく振りたいな。ああ、そう、角度がね入らないからこっち流されてきちゃう。もっとハンドルがしっかりバキッと入るようになればいいかなと思うんですけど。これはジャイロが効きすぎて横飛びしてるとかじゃなくて、あ、いや、そんな感じです。こんな感じ。要はもっとなんていうんですかね、ジャイロの効き方を、そのなんかもっと激しくっていうか、結構ハンドルが切っていく方向に振ってあげれば、今ハンドルは自分で切ってるんですけど、なんかジャイロで戻されちゃう感覚があるんで。ジャイロの方が優先というか。そうそう。綺麗に走ろうと思えばものすごい綺麗に走れるセットには。ライントレースだけしてゆっくり走るんだったら乗りやすいと思う。あ、ごめん。そのぐらいじゃないかな。安定はしてんだけど、やっぱ結構横に飛んでいく感じがあって、で巻きたいなと思って、ジャイロなのかアッカーマンもうちょっと開いた方がいいのかっていうのは悩んでた。さっき走った感じだと、要はハンドルがちょっと自分ではカウンター当たってるんですけど、ちょっとジャイロが効く方向になってて、ハンドルが戻される傾向にあるんで、ちょっとだけそのトルクを増すのと、あとジャイロの効き方をちょっと変えたいなって思うんですけど、はい、よろしくお願いします。で、僕は基本的にこのストレッチャーってこれが一応トルクになるんで、これは基本的に3.0 なんですよ。で、これなんで 3.0 かっていうと、この車が、今書き込みするんですけど、できるだけ僕は下げたいんですよ、トルクを。できるだけ下げたいんですけど、この双葉さんのサーボの特性上、ある一定のところを下がりすぎると、この車を触った時に、もうこの手でハンドル触っただけで、手でタイヤ触っただけで動いちゃうんですよ。それを、防止するために、ギリギリのところを探りながら、なるほど。3っていう値に僕はなってるんですけど、そのクランクの関係とかもあるんですけど、ただ、RDX とかだと 2.5 とか、そういう値になるんですけど、GRK は 3.0 の方がいいのかなって。それは4、5ラックもエボのノーマルラックも同じ感じ？同じだと思うんですけど、だいたい3か 2.5 ぐらいなんですけど、で、あとサーボは基本的に多分このぐらいの数値で結構ダンパーも下がってるんで、スピードはかなり速めな方には
なってるんで、いい数字は出てるんじゃないかなとは思うんですけど、ただもっと特にハンチングも出てない、そう出てないんで、ただもうちょっとその路面が、滑るとかそういう感覚にあるところに関してはブーストを入れた方がいいかもしれない。あーバッてもっとこう素早く切ってやるようなイメージ。まあ素早く切るのもそうなんですけど、そのトレース感というか、トルクは基本的に僕は最大角が一番効いてると思ってるんで、ブーストっていうのは要は中間の探ってるところっていうか、転がしてるところ、はいはいはい、例えば立ち上がりとか、名阪だったら出てきたところ、飛び出してきたところの後みたいなところがちょっと効くとは思うんですけど、今無効なんで、入れたとしてもブースト量が5ぐらいだと思うんですけど、今のこのパッケージだと今向こうの4だから、これ有効の5とか有効の5にぐらいにしてもいいと思うんですけど、僕はCD700 っていうものを使ってて、これ今 CT700 なんですけど、 CD700 の方がスピード速いので、そこを緩和するために僕は8ぐらい入れてるんですけど、このサーボの場合は5ぐらいでいいんじゃないかなっていうふうにはやった感じでは思うんですけど、とりあえずこれをじゃあ有効の5とかにしてみますか。はい。でサーボは多分こんな感じです。基本的にデッドバンドは 0.11 で僕は固定いいと思うんで、あとはダンパーは正直パンチが出ないギリギリのところまで下げるっていう。じゃあよく言えば結構低いけど、もっと下げるんだったら、出ないんだったら下げてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、一旦こんな感じで、はい。でジャイロに関しては今この値になってるんですけど、すごくいい値が出てるんで、ダンパーのポイントだけ次走りながら変えようかなと思ってるんですけど、ダンパーポイントを今ハンドルがやっぱり切れにくいっていうふうに僕言ってたんですけど、ちょっと下げればもうちょっとジャイロの切り方が要は手方向になるというか、もっと切ってくれる方向になるんで、なるほど。31とかがいいんじゃないかなっては今勝手に思ってるんですけど、それは走りながらやります。はい。下の2つはじゃあそのままとりあえず乗ってみて。ここはいいんじゃないですかね、この値で。僕はいいと思うんですけども、大体、僕のそのセットアップは20、30って値なんですけど、大体このぐらいになってくんじゃないのか。60っていうのはこのエンドポイントの兼ね合いでなってると思うんですけど、大体ST コントロールゲインは20で、テールスライドは30から60の間ぐらいなんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、プロボ自体のセッティングがデフォルトだからこそ、デュアルレートとかを下げたりするとこっちが必然的に上げなきゃいけないんで、そこはちょっと違うと思うんですけど、僕的にはちょっとこのテールスライドとかを下げてる方が僕はやりやすいかと思ってるんで、こんな感じ。好みによるって感じですかね。好みによると思いますけど、でも基本的に僕デフォルトでやりたいなって最初思ってたからの形なんで、でもいいところは出てると思う。とりあえずサーボも結構変えたから、はい、これでどう走りが変わるか、はい、ちょっとやってもらいましょう。さっきよりも角度つくようになったんですよ。飛び出しめっちゃやりやすくなったんですよ。最終コーナーがちゃんとトレースして出てくるようになったんです。これは多分ブーストの効果だとは思うんですけど、今みたいに振った時もラインが一本外に行っちゃうイメージがあるんですよね。これだったら流されないですよ、多分。流されてる。流されないと思う。やべ、モンスターマシン後ろ
めっちゃすごいとこしてる。向きの変わるスピードがさっきよりも速くなった。速くなっているように感じるんで、これでダンパーポイントを31ぐらいにすると多分もっと変わる。調整しろとしてはだいたい2とか3とかずつぐらい。僕は1です。1ずつ。じゃあ今2変えたから結構差は出そうな感じ。出ると思うんですけどね。結構このジャイロとかサーボに関してかなり変わるんで1で。これ見ててなんか乗りやすそうなのはうまいからかな。いや、これが、そう、合うかどうかが僕はすごい不安なんですけど。はいは僕的にはこのぐらいキビキビ動いてくれた方がやりやすいかなっていう感じはするんですけど、これさっきよりも全然車が軽く動いてると思う。い。確かに。向きの変わる速度を結構意識するんで、はい。まあけどこのなんていうんですか、この転がしてるところもやりやすくっていう、ここのなんか帳尻合わせがすごい難しいんですけど、結構入るな角度。足のジオメトリーとかアッカーとかこの辺なんかここ変だなっていうのは特にない。全然ない。車的には結構かなりよく走ってると思うんで、ちょっとだけ後ろが重いかなっていう感じが流される。するんで、ちょっと感性が働きすぎてるかなっていう。多分もうちょっと全力で振れそうなんですけど、振れるな。カウンターが戻らないでこうやっていければ、今のジャッジのスタイルからしたら結構高評価なんじゃないかなと思うんですそうなんですよ。ブーストを上げるとパッてカウンターが戻るスピードが速い気がして、けど。はいはい。でダンパーポイントも下げていくとどんどん戻る方向になっちゃって、ダンパーポイント上げるとちゃんとカウンターがしっかり当たったまんま旋回していくんだけど、結構僕カウンター切ってるんで今。もうほぼほぼ飛び込んだ後はフルカウンターっていうか。この乗り方ですね。ここからあんまり戻さないで行く感じが僕は好きなんで。こんな感じだと。なるほど。良さげな感じ。これは俺が乗っても乗れるのかな。多分ストレッチャーとかブーストをいじったよりもダンパーポイントはでかいと思うんですそんなに違和感はないかも。戻るな。ちょっとここは慣れればでも乗れそうな感じはする。機敏に動くようになった。多分結構軽く動く風にはなってると思うけど、
でもね、だいぶ変わった、本当に。あそこの今回っちゃったところで、カウンターが入れてられれば、自分で。多分来るんですよ、こっち。そこは腕ですね。ちょっと腕磨きますわ。結構もうフルカウンターなんで、僕はもう飛び込んだ後。あとでこの、なんだろう、自分でカウンターを入れるのをちょっと減らしたいんであれば、ダンパーポイント。ダンパーポイントを戻す。戻す、33とかに戻す。もしかしたら俺は32とかがいいかもしれないしね。いや、本当もう、1ずつでいいぐらいですよ。ごめんなさい。なるほどね。勉強になりました。いいよ、良くなった。あとね、ここが足りない。ちょっと、修行しますわ。はい。それ言っちゃったらセットアップにならないですよ。でもね、車がパクパク動くようになったし、もう、なんていうんですかね、僕が今意識してることはもう大会とかで、やっぱり差を出すために、いかに。他の選手とかにいかに差を出すために、とりあえずもう動きを機敏にしたりとか、あとはもちろん車速もそうですけど、なんかちょっと違うような動きをさせたいっていう風な思いもあるんで、とにかく全ての項目においてレスポンスを上げる。スロットルもあとステアリングもそうですけど、だからそれを意識しながらやるんで、結構僕の、アンプのセットアップもそうですし、サーボとか結構機敏な動きなんで、ちょっとやってもらって難しいと思うかもしれないですけど、そういう意識でやってるよっていうことを参考にしてもらえれば嬉しいんで。僕の安定系のセットからだいぶトゲが出ました。そういったところでちょっと、他の選手との差をね出して、もっともっと上に行ければと思うんですけど。これが強さの秘訣ですよ。はい。ちょっとね、僕もね、腕磨いて、ちょっとこういうのも乗りこなしながら、合わない場合はちょっと安定しっかり戻すかもしれないけど、その辺の、でも、どういう時にどうしたらいいっていうのはすごく参考になったので、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今日の動画は以上となります。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。